はいどうも、松村上黒です。チャンネル登録者数5万人突破ありがとうございます。どうも。これからも頑張ります。ストーリーの考え方の話をしたいと思います。等速直線運動。ストーリーの一番基本的な考え方は行って帰るっていう形なんですね。こっち側からあっち側に出かけて、それで帰ってくるっていうのが物語の一番基本的な形になってるんですね。一匹のうさぎさんがいつもとちょっと違う散歩コースに行って人参畑に出会ってちょっといい人参を手に入れたよっていう、それだけでも一応物語としては成立するわけなんですね。こっち側からあっちに行ってそして帰ってくるっていう、これだけ守ればちゃんとオチがついたっていう状況ができるわけですね。この戻ってくるっていうところがポイントなんですね。これさえ分かっていれば結構遊べるんですね。入り口のところにおっかない門番の犬を置いてみたり、すでに先客のうさぎさんがいてこの人をなんとか口説かないといけなかったり、帰り道で門番に見つかって結局追いかけられて大変な目にあったよっていうのがあってもいいし、とにかく日常に帰ってきた時にいつもとちょっとだけ違う日常、このプラスアルファ、この人参、こういうのがあれば物語が成立するっていうことなんですね。覚えておくと便利なのは、あっちとこっちの境界っていうのは基本的には危険な場所なんですね。あっちからこっちの境界をまたぐ時には主人公たちは必ず危険な目に遭うわけなんです。これを覚えておくと門番とか追ってくるキャラクター思いつきやすいんで、知っておくとすごい便利だと思います。そういう危険を回避するために頭のいい人からこう賢者のアイテム用意してあげようとか、そんな風に広げていっても面白いと思います。最後にラスボスっていうのは基本的には主人公と反対の考えを持ったキャラクター、こっちの子が人参欲しいなーって言ってるとしたら、こっちの子は嫌だ、人参なんかあげたくないよって言ってるかもしれないんです。この場合の物語はこの主人公がどうやってこの意地悪うさぎ、物惜しみケチケチうさぎを説得するかっていうのが物語の一番熱いところなんだけど、とりあえずラスボスが今回はケチと決まっているわけですから、ケチな性格ね。主人公は反対に気前がよくって何でもかんでもみんなとね分け与えてね仲良く生きてこうっていう性格として書けばいいんだなということがね見えてくるわけでございます。なんだけどここで主人公がいきなりくれとかよこせとか言ってもただの奪い合いだし、主人公の成長の物語とかそういう感じにはやっぱりならないわけですね。例えば先にこっち側で主人公が他の困ってるウサギにね人参を分けてあげたりとか、みんながお腹を空かして困ってるっていうシーンを先に書いておくとか、そういう問題を見て主人公が一念発起してこのままではいけないんだっていうことで旅立ちを決意するとか、そういうことを先に書いておくといいんだなっていうのが見えてくるわけですね。主人公がこっちで事前に経験したことを使ってラスボスとどんな会話をするのかなっていうことになるわけでございます。そこまでできたら今度はラスボスの過去を書いてあげるといいんですね。ラスボスも昔は貧乏でいつもお腹を空かしてた、もう二度とあんなことはしたくない、だからこそうちの財産を渡したくないんだ、誰にも人参をあげたくないんだっていう考えになってしまったと。どうして今の考え方になっちゃったのか、どうしてケチになっちゃったんだっていうとこまで書いてあげると、このラスボスとの対話のシーンっていうのはすごい熱くなってくるわけなんですね。で無事に人参を手に入れたはいいんですけど、その後すんなりこっちに帰ってこれてもなんかですね物語って締まらなくって、追跡者っていうイベントがどうしても必要なんですね。さっき1回巻いたはずの門番が今度は追いかけてくるとか、あるいは行きの時に使っていた橋がねこの帰りは壊れて使えないとか、とにかくすんなり帰れないもう一悶着っていうのがあると物語すっごい引きつけられるわけなんですね。だからこそ無事に帰ってきた時の喜びはひとしおで、オチがついたハッピーエンドということになるわけなんです。ハッピー物語がねできたということになります。まとめます。1
て帰るを意識する、主人公の邪魔をする、余裕があったら主人公やラスボスたちのね体験や過去をちゃんと書いてあげるということになります。下の2つはまだややこしいかもしれないけど、今回は一番上の行って帰るっていうのが物語の基本的な作りなんだっていうことだけ覚えて帰ってください。うさぎ1匹でもねとりあえず書いてみちゃっといて、あなたの主人公に境界をまたがせていろんなストーリーを考えてみてください。こういうストーリーの作り方をもうちょっとちゃんと勉強したいなっていう人は、大塚英二先生のストーリーメーカー、あるいはこんな感じのストーリーの作り方を解説してくれてる本があるんで読んでみてください。バイバーイ。あ、パンツ書いてない。書かなきゃ。